皆さん、日本のエレベーターやバス停でこんな経験ありませんか？隣に人がいるのにシーンってしていて、誰も一言も喋らない。で、あれなんでみんなこんなに静かなのって思ったり、私が何か変なのかなってちょっと気まずい思いをしたことがありませんか？私はあります。で、実はこれ、あなたが悪いわけでも、日本人が冷たいわけでもないんです。これなぜか今日解説していきたいと思います。海外では「はーい、今日はいい天気だね」って知らない人同士で話すのが普通ですよね。特にアメリカではスモールトークが多いと思います。日本でそれをやると多くの日本人は「え？」とびっくりしてフリーズしてしまいます。相手に何て言っていいかわからなくなるんですね。日本には知らない人と雑談はしないという目に見えないルールがあります。じゃあ日本人はどうやって友達を作るの？そして職場とか学校でどうやって雑談、スモールトークすればいいのって思いますよね。そう思った皆さんにこの動画を最後まで見てくれたら、日本人が知らない人と話さない本当の理由、そして日本人にこの人と話すと落ち着くなと思われる雑談と相槌のテクニックをすべてわかるように説明します。これを知っておくだけで日本でのコミュニケーションの緊張感がぐっと減ります。それでは今日もみゆの日本語カフェスタートです。乾杯。さて、今日のテーマは雑談。英語で言う small talk です。また最後には英語での内容のサマリーも加えているので、ぜひチェックしてみてください。この動画のタイトルを見て、No small talk? って思った方もいると思います。突然ですが、皆さんはエレベーターやバス停で知らない人と目が合った時、どうしますか？今日はいい天気ですねとか、そのバッグ素敵ですねとか話しかけますか？アメリカや海外のカフェ、スーパー、エレベーターなどでよく見られる知らない人同士のちょっとした雑談というのは日本ではほとんど見られません。まず違う点が、日本人が雑談をする対象、相手は完全に知らない人、strangers ではなく、顔見知りだけどすごく親しいわけではない人なんです。じゃあこれはどういう人って思うかもしれませんが、例えば近所の人、職場の同僚や上司、子供の学校のママ友やパパ友という人に雑談をします。じゃあ次は、なぜ日本人の人は知らない人と雑談をしないんですかって気になりますよね。日本人はもしかして冷たいのかなとか、人見知りが多すぎるのかなと思うかもしれませんが、実は日本特有の2つの心理、心で思っていることや考えていることがあります。まず1つ目、
一つ目が内と外の意識です。日本文化には内、自分の仲間とか身内が内の、丸だとすると、外、関係のないその他の人を明確に分ける、はっきりと分ける心理があります。なので、この円の中にいるか、外にいるかがかなりはっきりしていて、しかも大事なんです。なので、家族や友達、同じ職場の人はこの丸の内、中にいて、見知らぬ人はこの丸の外にいることになるんですね。これすごい大事なポイントなんですが、この外の人に対しては丁寧で礼儀正しく接するのが基本ですが、ただ同時に余計な立ち入りはしないという考え方があります。なのでこの距離感をとても日本人は大事にしています。二つ目が相手のパーソナルスペースを奪わない思いやりというのがあります。で、これパーソナルスペースっていうと、日本はかなり身体的なパーソナルスペースとても近いんですね。例えば電車に乗っているとぎゅうぎゅう詰めで、お互いもう腕と腕が触ってるぐらい近かったりするんですけど、この身体的なパーソナルスペースがかなり近いので、逆にこの心理的なパーソナルスペースはより尊敬するっていう考えも生まれたのかなと私は勝手に思っています。なので日本には人に迷惑をかけてはいけないという強い考えがあります。なので突然話しかけるのは相手の時間を奪ってしまうかもしれない、相手を困らせてしまうかもしれないと考えます。つまりどういうことかというと、あえて話しかけないことこそが相手への配慮であり優しさなんで、冷たいから話しかけないのではなく、相手を尊重しているからこそ静かにしているって思ってください。じゃあ雑談をでも知っている人とはしたいよねって思いますよね。じゃあそういう時、え、知っている人と雑談をする時はどんな話をすればいいのって思いますよね。で、おすすめのトピックがあります。そしてこれにテーマもあるんですね。テーマは当たり障りのないトピックです。当たり障りのないトピックとは、喧嘩にならないようなトピックです。できるだけニュートラルなテーマを選ぶのが一番いいです。で、例えば一番多いのが天気や季節の話です。日本では四季があって天気の変動、変わりがよくあるのでトピックになることが多いです。例えば、今日急に寒くなりましたねとか、最近は本当に暑いですよねとか、相手がああそうですねってあんまり何も考えずに答えれるようなことをトピックにするのがとても多いです。で、次に多いのが出身地とか住んでるエリアの話をすることも多いです。これは特に相手のことをちょっと知りたいなとか、ちょっと天気の話よりは長く話したい時に使います。なので、例えば、ご出身はどちらなんですかとか、大まかな出身の話とかをすることが多いです。で、次は私も大好きなんですが、食べ物やお店の話です。あ、最近できたあのカフェ行ったことありますかとか、なんか近所に新しいパン屋さんができるみたいですよとか、こういう情報交換
をすることも多いです。で、最後、より相手を知りたいなって思った時は、趣味とか休日何をするかの話もします。例えば、土日は普段何をしてるんですかとか、あとは最近新しい趣味はできましたかとか聞いています。なので、まとめると、天気や季節の話、出身地や住んでるエリアの話、食べ物やお店の話、あとは趣味や休日の過ごし方のお話です。で、なんでこのように当たり障りのない無難なトピックを選ぶかというと、日本人の雑談の目的が情報交換オンリーではなく、お互いの安全確認だからです。雑談とは、あなたと喧嘩するつもりはありませんよとか、私は味方ですよ。ニュートラルな会話なので、そういう平和な雰囲気を作ることが最優先されます。平和な雰囲気が一番大事ということですね。私たちはディベートをしているわけではないので、そういう喧嘩になりそうなトピックは選ばないようにしています。何のトピックを話してはいけないかというと、喧嘩になりそうなトピックなので、逆に政治、お金、宗教、あと容姿とかプライベートすぎる話は避けています。話さないようにしています。で、これがなぜかというと、相手とのこの平和な空間、平和な雰囲気を壊してしまうリスクが高いので、特に初対面とか雑談レベルでは絶対に触れません。これはもうダメです。じゃあ雑談をしています。で、どのようにリアクションをしたらいいんだろうって思いますよね。で、ここですごく大事なのが相槌です。相槌とは日本の会話の中のところどころで現れるんですが、皆さんもきっと聞いたことがあると思います。相槌とは相手が話しているとき、相手の話を聞いているときに、そうですねとか、なるほど。あと私がよく言うのは、確かにと声を出すことです。これ文化によっては失礼に当たると思うんですが、日本ではこれを相槌をしないと逆に失礼で、この人話聞いてないのかなとか、私の話ってもしかして今すごいつまんないとか心配になるので、日本人と話すときは、恐れず相槌をたくさん使いましょう。あとこうやってうんうんってうなずくのもすごい大事です。あとへえとかこの顔とかもとても大事です。相槌は単なる聞いていますよっていうだけではなくって、大事な意味が何個かあります。一つ目は、私はあなたを肯定していますよというサインにもなります。なので、そうですねとか、なるほどっていうのは、理解しました。勉強になりますっていう意味がこもっていたり、あと、確かにっていうことで、もう同意しますみたいな感じで伝わることが多いです。で、次に大事なのが、相槌することによって、この会話のキャッチボールを私はあなたと続けたいですっていう意思表示になります。なので、この相槌をこまめに会話に入れていくことで、もっと話してくださいとか、私はもっとあなたと話したいですっていうことを表現しています。で、これも大事なポイントかなと思うんですが、相槌でこの場のリズムとか空気感を一緒に作ることになります。なので、日本の雑談は一人が一方的にブワーって喋るんじゃなくて、この話してる人、聞いてる人をバランスよく
会話を続けることを結構大切にしているので、この相槌をすることでこのリズムが生まれて、この相手とのリズムが作れるっていう感じです。で、この相槌のバリエーション、具体的な使い分けについてはまた別の動画で詳しく解説しようと思っているので、それはまた楽しみにしていてください。で、相槌の質問とかあったらぜひコメントで教えてください。はい。というわけで今回は日本人が雑談しない心理と相槌の意味についてお話ししました。パッと見無口で静かに見える日本人なんですが、本当は相手を困らせたくない、そして平和でいい関係を保ちたいという思いやりとか気遣いが隠されているので、皆さんもそれに気づいていただけると嬉しいです。で、皆さんの国では知らない人との雑談とか相槌のルールはありますか？私の国ではこんな感じだよっていうのがあったらぜひ教えてください。とても気になります。いつもありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねやチャンネル登録もお願いします。それでは次のみえの日本語カフェでお会いしましょう。またね。So, from this video, I am adding a new section called Summary in English. So, to sum it up in English, if you've ever felt a bit awkward standing in a silent Japanese elevator, don't worry. It's not because people are being cold or unfriendly or you have made them feel awkward for some reason. In Japan, staying quiet around strangers is actually seen as a form of respect and consideration. It's a way of honoring each other's personal space and peace of mind. And when Japanese people do engage in small talk, like with coworkers or neighbors, the goal usually isn't to exchange deep opinions or debate. It's all about creating a sense of safety and harmony, which is why safe topics like weather, food, or seasonal changes are so popular. And finally, don't forget the power of aizuchi, those quick nods and supportive responses like そうですね. Ah, なるほど. In Japanese culture, nodding along isn't just about showing that you're listening. It's actually a way of saying, I'm on your side and I hear you. So next time you're chatting in Japanese, respect the space, keep it light, and use those warm aizuchi to build a great connection. And see you next time. Thank you.